高度6000メートル。たった1機の偵察機が敵基地の真上を飛んでいた。機影のシルエットがくっきりと立ち上がる。OP-47 は3機。だがただの1機も追いつけなかった。1944年9月23日未明、木更津基地。偵察第11飛行隊の布施川製造中尉は、硫黄島を経てサイパンへ、たった1機で飛ぶ命令を受けた。護衛はない。掩体壕に身を寄せる海軍機。夜明け前の張り詰めた静けさ。夜明け前の空気が伝わってくる。1944年の夏、日本は南方の空を失った。マリアナ諸島の喪失で、頭上には敵の爆撃基地が音もなく築かれ始める。残された対抗手段はたった一つ。敵情を速さで探り出すことだった。細く絞られた胴体と三座の風貌。これが新鋭偵察機彩雲だ。機体の精緻の質感まで見えてくる。操縦員、偵察員、電信員の3人が乗り、最大速力は時速600キロ。武装らしい武装はない。速さだけで敵の真上を突っ切り、写真を撮る。布施川中尉は、この一機に部隊の望みを背負っていた。太平洋の地図。マリアナ諸島とサイパンに赤い印。80年前の距離感が実感として迫る。1944年6月、マリアナ諸島が失われた。サイパンから東京までわずか2280キロ。B29 の行動半径に北海道を除く日本のほぼ全域が収まる。この島の動きを知ることは生死に関わる問題になっていた。サンゴの地面を削る飛行場の建設現場。重機がうなりを上げる。米軍はサイパン占領の直後から飛行場の建設を始めていた。硬いサンゴ層に苦しみながらも工事は昼夜を問わず進む。狙いは B29 のための長大な滑走路だ。だが日本にはその進み具合を確かめる術がなかった。目を持たぬ軍隊は暗闇の中で敵を待つほかなかった。米軍が作った日本本土爆撃の目標資料。紙面のインクの濃淡まで読み取れる。その裏側で日本の情報将校も同じ問いに向き合っていた。陸軍航空本部の調査班は B29 がサイパンから動くのは9月末から10月初めと読む。残された時間はほとんどない。敵戦闘機の壁を越えて写真を持ち帰るのは撮ることより難しかった。地上から見上げる上昇していく彩雲。その至難の任務を託されたのが彩雲だった。高度5000メートルまで上昇はわずか1分足らず。速度も航続距離も従来機を上回っていた。追われても速さで振り切る、それが唯一の生存戦術だ。武器ではなく速さで生き延びる機体に日本の目は託された。硫黄島の飛行場。海に浮かぶ小さな中継地。島影の輪郭がはっきりと見えてくる。9月23日、彩雲は木更津を発った。まず硫黄島で燃料を満たし、南へ向かう。硫黄島は東京とサイパンのほぼ中間に浮かぶ日本軍の踏み台だった。ここから布施川機は敵の海へたった一機で踏み込んでいく。帰りの燃料を計算しながらの綱渡りだった。護衛はつけられなかった。日本にはもうサイパンまで往復できる戦闘機が一機も残っていなかったからだ。彩雲はたった一機で敵地の空へ向かうしかなかった。眼下に広がるサイパンと白い滑走路が刻まれている。眼下の滑走路の白さが際立ってくる。正午過ぎ、
彩雲は高度6000メートルでサイパン上空に達した。眼下には、かつて日本の島だった土地と、刻まれつつある白い滑走路。布施川機はカメラのシャッターを切り始める。この一瞬のために、海を越えてきた。だが侵入は、すでに敵に気づかれていた。サイパンの飛行場から敵戦闘機が舞い上がる。滑走路を蹴る土煙まで見えてくる。彼らの侵入は見過ごされてはいなかった。P-47 が3機上昇しながら彩雲の王を。ここからがこの偵察の本当の勝負だった。速度の記録がそのまま静止の記録になろうとしていた。取り終えた布施川機に残されたのは逃げるための空だけだった。王3機の P-47。逃げる1機の彩雲。距離が開いていく。この瞬間の緊張が輪郭を持って迫ってくる。P-47 は必死に高度を上げ、距離を詰めようとした。しかし、届かない。彩雲の速度がじわじわと3機を引き離す。やがて敵機は諦めたように反転した。武器を持たぬ偵察機が最新鋭の戦闘機を速さだけで振り切った。布施川機は貴重なフィルムを抱えて生き延びた。暗室で現像される偵察写真。判読者が拡大鏡を覗く。拡大鏡の先の細部がはっきりする。フィルムにはサイパン島が克明に映っていた。判読者の目が一点に釘位置づけになる。イスリー飛行場その一角に大型機用の滑走路が整いつつあった。B29 のための基地が着々と姿を現していたのだ。写真は迫り来る波局を一枚に凝縮していた。陸海軍の情報部へ配られていく偵察写真の束。記録の重さが急に手触りを持つ。その滑走路が完成すれば、飛び立つ B29 は日本の都市を直接狙える。撮影された写真は、海軍だけでなく陸軍にも提供された。もはや陸も海もなかった。この島から来るものに日本全体が備えねばならない。一機の偵察機が持ち帰った真実は確かに届いた。イスリー飛行場に降り立つ一機の B29。巨大な機体の存在感が迫ってくる。そして警告は現実になる。1944年10月12日、第21爆撃機兵団のハンセル准将を乗せた第73爆撃航空団の B29 がイスリー飛行場に初めて降り立った。彩雲が捉えた滑走路は完成していた。陸軍調査班の読み通り、そして写真が告げた通りの展開だった。サイパンの飛行場に並ぶ B29 の群れ。翼が並ぶ光景の圧が伝わってくる。1944年11月24日の午前、11機の B29 が次々と滑走路を蹴った。各機は約 2.5 トンの爆弾を抱えている。目標は東京。彩雲が写真で告げた爆撃機の群れがついに本土の空へ向かった。警告は間に合わなかったのではない。届いてもなお止められなかったのだ。出撃を前にした海軍の搭乗員たち。映されたものの表情が初めて読み取れる。日本も手をこまねいていたわけではない。硫黄島を足場に彩雲が敵基地を偵察し、その情報をもとにゼロ戦隊がイスリー飛行場へ突入した。地上の B29 を3機全損、7機を大破させる。だが基地次機影の P-47 と対空砲火の前に突入したゼロ戦隊は全滅した。1機は滑走路に降り、搭乗員は拳銃を握って果てた。
松山基地に置かれた海軍の偵察機。駐機場の静けさが伝わってくる。布施川機が属した偵察の系譜はその後も本土防空の目であり続けた。木更津から進出した部隊と交代し、偵察隊は内地へ戻る。配属先は四国松山基地の第3-143航空隊。司令は源田実だった。速さで敵情を探る任務は戦争の最後まで続く。だがその代償は静かに膨らんでいった。帰らぬ木を待つ整備員たち。記録の冷たさが肌で感じられる。速さは万能ではなかった。偵察第四飛行隊は1945年2月から終戦までの半年で未帰還機1機を出す。帰らなかった搭乗員は36名に上った。敵情を持ち帰る任務は一機また一機と若い命を海の向こうへ吸い込んでいった。速度の記録の裏で静かに積み上がった犠牲だった。日本の空を飛ぶ P51 ムスタング。銀色の機体の輝きが際立つ。速度で振り切れぬ相手も現れ始めた。1945年4月7日、相模湾の上空で一機の彩雲が P51 に襲われる。味方の飛燕と誤認したのが命取りだった。17発を浴び、右翼のタンクを撃ち抜かれる。操縦員は負傷しながら厚木に不時着したが、少尉1名が戦傷死した。速さだけではもう逃げきれない空になっていた。出撃を前に並ぶ若い搭乗員たち。一人一人の顔がはっきりと見えてくる。一機で敵地へ飛ぶ偵察がどれほどのものだったか。ある彩雲搭乗員は戦後こう記している。同期258名のうち終戦まで生き延びたのはわずか36名だったと。届けた情報の価値はいつも帰らぬものの数で測られた。速度の記録はそのまま喪失の記録でもあった。現在のサイパン島にはかつてのイスリー飛行場の跡が残る。 B29 が飛び立った長い滑走路は今は静かな島の一部だ。布施川機が高度6000メートルから捉えた白い帯は歴史の証言としてそこにある。高度6000メートル、雲の上を飛ぶ彩雲。冒頭と同じ空。あの日の空気がここに戻ってくる。なぜ命がけで持ち帰った一枚が破局を止められなかったのか。答えは単純で残酷だった。彩雲は敵がいつ来るかを告げられた。だが来る敵を撃ち落とす力までは告げられなかった。速さは真実を運べても真実を変えられない。あの日の勝利は警告を届けた者の記録として今も空に残されている。彩雲は敵がいつ来るかを告げられた。だが来る敵を撃ち落とす力までは告げられなかった。次回は速低空の迎撃戦。林隊率いる十数機の速が B24 編隊を包囲し前方攻撃を加えるも敵は編隊を崩さず飛び続けた。なぜ包囲した速は敵を落とせなかったのか。その先は次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。ご感想をぜひコメントでお聞かせください。チャンネル登録と高評価もお願いいたします。